はい、スタンディング2回目行ってみよう。今回はホッピングバランス。何をするにも力まないこと、これが大事ね。はい、かかと下げて、はい、リラックスポジション。先生、その話飽きました直角でプルプルしてる人がまだ結構おるからやなね。口を酸っぱくして、ホップ系のねバランスを紹介したいけど、こう両輪同時ホップとシーソーバランスっていうのは危ない。基本的にはやらない。もう、練習なんかしなくていいや。なんかもうやむを得ないって時に使えます。ただそれはあえて練習して覚えるっていうよりかは、実際バランス崩した時に勝手になるもんなんで、練習しなくて大丈夫です。こっちが僕が普通に走った状態。基本的にはフロントホップとリアホップでバランスをとっています。でもたまにバランスを崩しすぎた時に両輪ホップやシーソーっぽくなっているかと思います。というわけでまずはフロントホップバランスからいってみます。これはフロントホップだけというかね、フロントホップメインにバランスを補正している図。こっちは逆にリアホップメインでバランスを補正して走ってる図です。こういうね短めのセクションを設定して、じゃあ前だけホップしてバランス取ろうとか、リアだけホップさせてバランスを取ろうっていう、そういう練習は効果的やなと思います。こんな感じでバタバタしちゃう人、こういう人たちは跳ねる量が大きすぎる。そうなるとこうジタバタしちゃって、なかなかバランスが取れなくなっちゃいます。気をつけましょホッピングって言ってもこうねバヨンバヨン跳ねるんじゃなくて、なんなら5ミリタイヤが地面から浮きゃいいぐらいの。リアホップでいうと分かりやすいんですけど、荷重移動をしちゃうともうジャックナイフです。で結構よくあるのがジャックナイフバランスになってしまっている人、そういうんではなくて、もう最小限のホッピングで、バランスを整えるようにしてみてください。こっちは悪い例、体が上下前後に大きく動いているのが分かると思います。スタンディングの目的、ピタッとバランスでは車両の真ん中に人間がいなくてはいけません。ホッピングバランスの時から真ん中にいるようにして最小限の動きでバランスを取りましょう。この2つのホッピングの使い分けはこんな感じです。上り坂だったらフロントホップを、下り坂だったらリアホップをすると楽にバランスを取れます。平らなところでホッピングバランスができるようになってきたら、上り坂や下り坂、いろんなところで練習してみてください。こんな時は例外です。下り坂の状態でも後ろタイヤがピンポイントだとホッピングしたら落ちてしまいます。なので下り坂でのフロントホップ、上り坂でのリアホップも広い場所で練習してみましょう。大事なのはリズム。失敗例その1、マシンガンホッピング。成功。みたいなね。わかるかな。縄跳び縄跳び、縄跳びと一緒よと。ためね、一緒に、ためというか一泊のためね。一泊のため。それができるとセンター出しやすい。最後にホッピングバランスは上手くなったのに実践で使うとうまくいかない人は、ホッピングをやめることとピタッとスタンディングの練習をしてみましょう。自分にとって簡単めのセクションで3ホッピング縛りやピタッとスタンディング縛りをするとライディングが落ち着いてかっこよく走れるようになると思います。